おはようございます。画家の小木曽です。今日はちょっと踏み込んだテーマで話したいと思います。幾何人かからやっぱり言われましたね。画家になるにはどないしたらいいんですかということで、これね、非常に難しいなと思って、もう結構長いこと考えました。で、私なりに少しまとめてみましたので、あとは私のやっぱ経験ですね。経験が中心になってしまいますけども、ちょっとお教えできたらなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録といいねボタンがあると嬉しいです。でですね、学ぶ方法としましては、一般的には大学に行く、美術系の大学ですね、美術大学に行く、または、通信教育などで学ぶという手もあるかと思います。それに対して懐疑的なご意見等も結構あるようなんですね。見ていると、もう大学なんか行かんでいいとか、私はもちろん大学の先生でもありますし、大学にも行きましたので、私はすごく良かったと思ってます。で、いっぱいメリットはあるんですけども、学位ですね。毎日何かあった際には、潰しが効くというやつですね。よく就職などするときに、大学卒業以上を含むというかですね、そういうこと書いてあるんですよね。やっぱ大卒以上っていうこと書いてあると、やっぱりちょっと専門学校では少し弱いかなっていうところもありますし、意外と18、19ぐらいから、結構頑張ってプロを目指している中の集団に入ると、地元の例えば高校で一番うまかったっていう子もやっぱ埋もれてしまいます。でそんな時すごく落ち込むこともありますし、受験などですごく頑張りすぎて疲れて絵を描くのをやめてしまうという人もいたりします。そのためにも学位というのはあった方がいいんじゃないかというのが私の一つの見解です。でもう一つはよく見てたら大学ではその画家になるなり方を教えてくれないということを書いてあったりするんですが、それちょっと僕おかしいと思っていて、そういうカリキュラム自体はないと思います。なんか一つの方向に向かっていくということを指し示すことをすると芸術の純粋な部分ではないのでですね、やっぱりカリキュラムとして作るのは非常に難しいと思うんですが、多分先生に聞けばいいと思います。先生にぜひ先生に聞いて、先生方おしゃべり好きですよね。私もそうですけど、全部僕は教えてあげてます。で今回も動画にしているわけですけども、先生たちに聞くっていうことをしないで教えてもらえなかったっていうのは僕筋が全然違うと思っていて、やっぱりそれぞれの先生がいろんなやり方をしていて、それを一つの講義にするとかっていうのは無理だと思います。だからぜひ先生たちに聞くということをお勧めしますし、今の子たちはなかなか飲みに行かなくなったって言うんですけども、学生さんから先生誘ってみたらいいと思いますよ。多少多く払ってくれるような私みたいな人もいますし、自分の武勇伝じゃないですけど語りたい先生方もいっぱいいると思います。世の中で自分のやり方、それぞれの先生のやり方をいっぱい聞くのが本当やと思いますので、ぜひその大学というのは活用する場所だと思います。で専門学校の、僕も1年勤めていたので、メリットとしては専門学校大学というところはやっぱりですね、専門性をすごく集中的にはできるんですね。これからくり言っちゃうと怒られるかもしれないんですけど、っていうことは実際ありました。そりゃそうですよ。企業の人もいい人材欲しいんで、だからそういったこともありますので、ちょっと学校選びに関してはそういうところは慎重になられた方が僕はいいと思っています。それで、メリットとしては、専門性をそうやって深めれることもありますし、大学という場所というのはいろんな学びがあります。例えば額縁作りたいなと思ったら木工的技術が必要になってくるかもしれませんし、いろんな技術みたいなものもその場所で学べます。例えば有本敏夫先生というのは私大好きな作家さんですけども、デザイン科出身ですけども洋画部門の最高峰である安井賞というのを受賞されています。ということで、デザイン科だったんですけども奥様は日本画家で、そういうところにいろんなところ出入りしてたわけです。っていうことができるというのはすごく大きなメリットだと僕は思ってます。だから、何か、確かにやりたくないこともやらなくてはいけないのはデメリットです。
デメリットというと言葉悪いですけど、体育とかが必修の大学も結構あったりね、教員免許証を取る上においては体育が必修やったりもしますので、そういうところで、体育嫌いとか、英語嫌いっていう子もいるかもしれませんが、一生懸命そこやっておいてください。じゃあ、中高の勉強、中間テスト、期末テストみたいに、あれだけ一生懸命皆さん勉強したでしょ。で、あれをもうあと、1コマ、2コマ、3コマ、4コマぐらいぐーっと勉強する感じかもしれません。わかりませんが、レポート課題のこともありますけども、その中高の勉強よりは若干専門性が深まったり、自分で単位を選択したりできるので、自分が好きな科目を取っていくということができます。だから、それがメリットと捉えるか、私自身はそういうところをしっかりやっていった方がやっぱ後々にいろんなものに広がっていくと思いますので、ぜひそういうこともやられてみてはどうでしょうか。で、デメリットとしてはもちろん学費ですよね。学費が高いとかっていうことですね。で、デメリットとしては時間、その時間、やりたくないことをやることの時間というのを費やさなきゃいけないということが、デメリットなのかなと思います。で、あとは独学とかカルチャーセンターとかっていうのももちろんその学ぶ方法の一つだと思います。で、あとはやっぱり動画ですね。私の動画もいっぱい活用してもらってると思うんですけども、画家になりたかったら発信をしてください。私を誰か見つけてって言ってても誰も見つけてくれません。もうそんな世の中じゃないです。絶対に私見つけてっていう感じではなくて、自分から発信をする。で、その際にちょっと僕の中でのイメージなんですけど、ただ、画像だけを垂れ流す、あとシェアをしまくる人、ちょっとそれはね、やめた方がいいと思ってます、私は。いろんな人のシェアをいっぱいする人っているでしょう。私、途中でスーッとフォローを外したり、友人を外したりします。見たくない情報がいっぱい来たりするわけですよね。だから自分自身の作品、プラス、例えば自分の言葉とか、日常のことでもいいですし、そのあたりは多分丁寧にしていかないと、ただ自分の作品をわーっと載せられても、見ろ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 って言われてると引くでしょ。私なんかどっちかというと引きますもん。いやいや、ちょっとお腹いっぱいですってなりますけども、ちょっとなんか違う目線から投稿とかしていくと何か引っかかることもありますし、雑な仕事、ダイナミックな仕事は OK ですよ。でも雑な仕事というのはやっぱり見られませんよ。丁寧で、細かい仕事かもしれませんし、丁寧で、ダイナミックもありです。じゃない仕事をいっぱい載せてると、その人が逆に墓穴を掘ってしまいます。あれこれ前めっちゃいい絵描いたけど、あれこれいまいちやなとかいうことになりかねないので、そのあたりの投稿の仕方っていうのもやっぱり注意しながらやっていかれると、ちょっとずつコミュニティが広がっていくんじゃないかなと思います。僕はもう Facebook とかもう広げたくないので、フォローしてください。友達申請はいりません。無理なんです。5000人までなんですね。で、そういったところが勉強の仕方としてはあるかなと思います。で、画家で大きく大分すると、やっぱりなんて言ったらいいんかな、私みたいなタイプをどう呼べばいいのかわからないんですが、昔から従来あるような絵描きさんのタイプですね。で、ファインアート系とでも適当につけといたんですけども、個展をしたりとか、あとは団体展に所属をしていたりとかですね、そういった形で、あとはグループ展に呼ばれたりとかっていうことです。で、もう一つは現代美術系というのがありまして、これはやっぱりですね、90年代頃からですね、ちょろっと、お名前何度か出してるかもしれませんが、水間さんとかですね、小山富夫さんとか、あたりが、ヨーロッパとか海外のようなスタイルと同じようにやっていこうということで、やっていかれているような、どちらかというと銀座には画廊がない。ファインアート系は銀座とか、青山とかもですかね、今ちょっと僕15年もこっち離れて分かんないんで、どうなってるか分かりませんけども、そういう、銀座中心に、青山とかにあるのから、清澄白河とかでしたっけ、僕行ったことないんですけども、ちょっと都心から離れて大きい場所を借りれるようなところに移動されて現代美術系をされているというところがあります。で、あとはもうイラスト系とかウェブで発表していくという形ですね。で、これが
全くわからないです。僕申し訳ないですけど。でも、ちょっといろいろ調べていると、やっぱりネット上でお仕事依頼を受けて、ネット上で返信していくという形らしくて、今後そういう仕事のあり方というのもどんどん増えていくんだろうなというふうには思っています。で、私が今日言うている画家の方はどちらかというと、展覧会とかを開いて本当に現物を見てもらうという形の方が話が中心です。で、ネットの分かんないですよ、僕全く分かんないですけど、メリットデメリットで考えると、メリットっていうのは人に会わなくていいとか、郵送コストとかがネットだけのやったりするとそれでできるということでしょうけども、でもうまいことやればいろんな人格になれるから意外とありかもしれないですね。僕もだからトコマソギオでネット上で突然なんかイラストがヤフーオークションにいっぱい出てたら私ですけどね、ここ見ている人は、ね、シートしておいてくださいね。そういうこともできるっちゃできますけども、青天井に登っていくということは自体はあるのかないのか分かんないですけどね。100万円でこのイラストが売れましたということが、起こるのか起こらないのかちょっと分かんないです。私はやっぱり一点主義っていうのが好きなんで、以前版画とかもやっていたことあるんですけども、版画も好きですけども、どっちかというと一点主義っていうのと自分の手で描きたいというタイプなので、iPad とかで手で書くっていうのもどうも今の学生さんが言うには手書きというらしいですね。私ちょっとそういうの知らなくて、私手書きの絵描いてますって学生が持ってきて、どんなん見せてって写真見せてって言って iPad 見せられて、これ手書きって言うんやっていうぐらいのレベルです。で、ファインアートとか現代美術系の話がちょっと中心になりますけども、お金に関してはお金の話の動画を上げてますので、そちらをご覧ください。で、個展とかじゃあグループ展とかをやりたいなっていう方おられると思うんですけども、まずとにかく丁寧に作品を作ってください。ダイナミック化ですよ。罰ですよ。ちょっとそれ覚えておいてください。で、ちょっと鬼好評とかで見ていてすごく思うのは、もし作家としてプロとしてやっていきたかったら、スケッチっていうのだけでプロになっていくのはちょっと厳しいんじゃないかなって気がしてます。例えば水彩でもスケッチの一線を越えていっているような人は画集を出したりとかしていると思いますので、その一線がどこなのかっていうことを画集とかを買われて、ぜひそういうのを見られたらいいかなと思います。で、とにかく作品を丁寧に作る。1年間私は100枚描きますとかっていう人も全部雑やったら全く意味ないと思います。ダイナミックやっていいんですけど、で作ったら今例えば本当に写真とかを丁寧に撮ってポートフォリオの作り方ってすごい僕実はもうここ5年ぐらいやってないんですね。多すぎて。で、要は大学の教員になる際とかはポートフォリオを作ってました。私はシンプルです。作品の題名とサイズ。ただこれからの時代っていうのはやっぱり英語表記も入れておいた方がいいかなとか、少し挨拶文的な私はこういうコンセプト考えでやってますみたいなんとか、その作品、何枚かに1枚とか2枚でもいいんですけども、私やったら今やったらこの作品をこういう意図で書きましたみたいなポートフォリオを作るかなと思います。で、可能ならばそれを例えば PDF かなんかにして、すいません英語ばっかりでごめんなさいね、PDF かなんかにしていつもデータを皆さんに見せれるようにスマホかなんかに持っておく。あとは現物のポートフォリオとして薄いものでもいいけど持っておくということは一つおすすめかなというふうに思います。私ならば今学生やったらそういうことをします。ちなみに私なんか個展とかしてても現役の美大生なんか 3,4 人しか来ないですよ。本当に来ない。別に来てって思ってもいないというか、でもやっぱり僕自身がですね、ものすごい行った人なんですよ。で、もうとにかく画廊を回った人で、やっぱりその当時、2000年頃から2006年ぐらいには毎週月曜日本当回ってたんですよ。で、銀座とか青山とかいろんなとこ行くんですけども、なんでそれをしてたかというと、もちろん自分の絵を見たいためでもあるんですけど、やっぱ自分がどこで展覧会をやりたいかっていうことをずーっと考えてました。で、やっぱりそれは大事です。例えば
いきなり画廊にポートフォリオを持ってって、行ったこともない画廊に持ってっても、向こうの人は、はいっていう風になりますよね。で、やっぱりそこの画廊が扱っている主力となる作家さんとかが、好きな作家さんがいる画廊さんとか、いくつか目星をつけて、で、なるべく行ける範囲で、行って、展覧会会場に行って、やっぱり画廊の人に覚えてもらうとかっていうことをしないと、これ大きな括りで考えたときに、例えば就職活動と似てるように考えてみられてはどうかなと思うんですよ。全く知らない企業に突然、行って、こんにちは、就職させてください。私この作品こんなんです。この会社のことあんま知らないですけど、とか、そんなノリやと思うんですよ。で、結局画廊さんも人間なので、どういう作家が好きで、この人よく見に来てはるなとか、こうやなとか、絵を買うっていう動画もあるかもしれませんが、自分の向上するためにこれは、この人は投資ができる人やなとかっていうことも含めて、やっぱり、そういうことは対人間関係の問題やったりするので、すごく当たり前なことやと思うんですね。で、そこがなく、ただ俺は天才だ、絵を見ろ、わかりませんっていうことだけになっていかねないので、やっぱりそこは、対人間だっていうことをまず考えられてみてはどうかなと思います。それで、地方とかにいてなかなかそういう東京とか大阪とか画廊が多いところに行けないという人は、私個人的に思う、これはもう完全主観ですけど、私はもう東京でデビューっていうか、スタートがそうだったんでですね、私ならば、まずどこでもいいので、貸し画廊でも東京じゃなくていいです。地方でもいいです。例えばカフェギャラリー的なところでもいいです。実績作られてみてはどうでしょうか。実績。で、もちろん後で公募展の話もしますけれども、実績を作ってどこかで個展、または何人かでグループ展をする。グループ展の一つコツを教えておきます。潰し合いですよ。グループ展僕学生には言うてますけども、みんなで、いや楽しいね、お手手つないでみんなでいい感じになったね、お友達来てくれたね、とかもう全くプロになりたい人はそれ意味ないです。全く意味ないです。もうその展覧会会場で圧倒的な力を見せつけるぐらいの気持ちじゃないとグループ展で僕は意味ないと思ってます。プラス、地元の新聞社やメディア関係の人、ちょっと無理して、例えば好きな画廊さんとかが他のところにあるならば、そこに一筆添えて、地方で展覧会をやっておりますと。私は意外ともし画廊を経営するならば、これからは80オーバーの展覧会とか企画しますけどね。絶対面白いと思うんですよ。80歳オーバー、75歳オーバー。だってもうそっちの人口の方が圧倒的に多いですし、その中でも面白い人がいっぱいいるということが僕は、鬼好評でもう見つけてしまいました。僕、画廊転身しようかな。来年のちょっと動画、4月1日用にも動画撮っときましょうか。重大発表っていうのですね。っていうぐらいのなんかこう、いろんなことを今回見させてもらって思ってるんですけど、で、そういう方々もやっぱり例えば70から始めて10年間やってきました。コツコツやっていい作品の写真をしっかり丁寧に作って、でその中でも例えばポートフォリオの略歴、僕ね、もしそういうこう方々、要は大学とか行ってなくても職歴書いたら面白いんちゃうかなと思ったんですよ。要はこういう企業に勤めてましたとか、こういう部署で働いてましたとか、僕案外そういうのってありなんちゃうかなっていう。要は絵を買うっていうことは、絵を買うプラスアルファ人の部分を買ってるというか、その人の人格とか何だったりというところを買うところあると思うんですよ。やっぱりその辺がある程度自分の中で、恥部は見せなくていいと思うんですけど、なんかやってきた、ね、功績や実績みたいなのは載せておいたら、僕はすごくこうメリットになるような気がします。どっからその話だったんだっけ。で、とにかく画廊はやりたい時はもう まず調べて足を運ぶ。どこで調べればいいんですかって聞かれたら、多分4月、毎年4月ぐらいに月刊美術さんも確かそうかな、美術の窓さんとかも新人特集ってやってるでしょ。で、あれで画廊がおすすめする、まずああいう本に載ってる画廊さんってちょっとお金持ってるから、広告ページを取れるわけですよね。っていうことは、ああいう本をちゃんと読んでいて、毎回広告を出していたり、ちょっと大きめの広告出しているとこっていうのは、この作家さんがおすすめですよっていうのを言っているわけなんですよ。で、そういうことを注目しながら見ていきながら、そしてその好きな絵とかがあったらその画廊まで足を運んでみるということをされて、見てください。で、あとは
僕なんかは先ほど出てきました例えば有本敏夫先生なんていうのはすっごい好きで、弥生画廊という今もしかして九段下とかの方に移ったすみません昔弥生画廊というのが銀座にあって画廊自体もいいなと思って、見に行ったりしてました。あとは、鴨井玲さん日堂画廊さんが扱っている鴨井玲さんとかものすごい好きでって思ってました。僕は東宝画廊というとこが今ないかな、すみませんちょっと不正確な情報が多くなってラインハルト・サビエっていう絵描きさんの展覧会をやったんですよ。もうこれが衝撃的でそれを何回かやった後にステーションギャラリーでやったんですけどもやっぱりそういうのとかですね、石田哲也さんっていうのも本人に僕お会いしましたよ。その銀座周りずっとしていた時にボカ展っていうのに入選されていて、その前かなんかにあった個展を僕見てますっていうので、この作家さんは例えばどこの画廊でやってるんやなって、この画廊ってこういう方針でいくんやなっていうのが分かるじゃないですか。思い出深いのは池田学さんの個展が初個展が確か新生堂で、新生堂というところであったんですが、やばい長くなってきた。新生堂の飲み屋でこういうの話してるんですよ学生にね。で新生堂の初個展で僕1枚ねもうだいぶ売れていたんですけども1枚欲しいなと思ったらあったんです。当時20万ぐらいで僕まだ25、6やったから20万大きいですよね。バイトとかしながら生活大学博士課程の学生だったんでめっちゃ迷って買わなかった。今10倍ぐらいになってます。お金の価値だけじゃないんですよ。その時はと思ってですね。でその時新生堂にこれは僕ギャラリートークで聞いた話だから話して大丈夫だと思うんですけど、池田学さんの新生堂というところの個展、例えば新生堂だと千住博先生とかが多分やってらっしゃると思います。で、個展会場に水間アートギャラリー水間さんが、スカウトに行ってるんですよっていう話をギャラリートークで、聞きました。だから、ギャラリストもそうやってさ、話ごめんなさい、戻ると、大学のメリットの一つ忘れてました。画廊が見に来てくれます。これはそれ、専門学校もあるのかもしれないですけどね。卒展以外も芸祭とかも来てくれたりするんですよ。私であの時は超不景気だったんで、なかなか来てくれなかったですけども、今、画廊の人は絶対今の若い作家さん、超おすすめですよ。絶対いいの出てくるんですよ。もう 100% こういう時代だからこそ出てくるんです。卒生がちょっと寂しかったっていうのをいくつかのギャラリストの人が SNS に書いていたんで、ちょっとそれを思ったんですけども、それは致し方ないですよ。同級生たちと切磋琢磨できなかったんで、作品もやっぱり自宅でやることが多かったから小さくなるっていうのも致し方ないんですよ。でも気持ちの部分とかいろんな部分ではこういう時代めちゃくちゃいい作家出てきます。確実にそれは間違いないですっていうのを言うのを忘れてました。ということで好きな作家さんの略歴とかを調べたりすると画廊とかを探しやすくなります。でもう長いですよね、すみません。公募展というのも一つの手です。で公募展も大きく分けると団体系と呼ばれるのと賞レース、賞レースプラスアルファというのがあります。で、もうこれは何度か話してますけど、団体展というのは日展系と呼ばれるのと反日展系、洋画の場合ですね。で、日本画やと多分日展系と、反日展系でいうと陰展とか総画やと思います。ちょっとわかりません、私は日本画のことに関しては。で、その日展系だと交風会、東公会とか、白日会とか、日曜会とか、なんとか会とかあると思います。で、反日展系というのは二期会とか、二課会、独立とか、新制作とか、自由美術とか、言い忘れたら怖いな、とかあります。で、そういうのはすごくメリット、デメリットあると思います。私もちょっといたことありますので、メリットもデメリットも両方知ってます。で、人脈は増えます。メリットとしてはですね。あと、多くの人に作品を見てもらえます。巡回展なんかある団体展ならば、全国の人に見てもらうことができますと。あとはグループ展、団体が主催するようなグループ展とかに参加させてもらえるというのもメリットかなと思います。で、デメリットとしては作品がでかい。書いてませんけど、作品がでかいので大変ですよね。で、搬送費とかそのお金がかかるとか、会費とかがかかるとか。それは展覧会やるのも似たようなもんやと思うんですけどね。あとは他もデメリットあると思いますので、メリット、デメリットっていうのをしっかり見分けられて、
出品されたらいいのかなというふうに思います。若干僕はメリットの上回るような気がしますけども、私もちょっと3月とか忙しくてなかなか会場に行けなかったので、私は今何も入ってません。プラス、あとは賞レースと呼ばれるやつ、要は賞金がかかってる、言うたら M1 グランプリみたいなもんですよね。何千枚と来ますので、2000枚、3000枚。一番、昔やったら小磯良平大賞典っていうのが賞金1000万ありました。で、それの賞金1000万の、確か2000人、3000人ぐらい出していたと思います。今やったら多分フェイスとかあたりがすごい多いんじゃないですか。賞金200万ぐらいやったと思います。要は、そういう漫才コンテスト的な感じの、もう一種多行を全然コンセプトもなく、ダーッと出してくるような感じですね。で、その中でもちょっと例えば、ボカ展なんていうのは、例えば、評論家の先生、古典グループ展やるにはの話で言うの忘れてました。ですね、それで新聞社とかなんとか、評論家の先生方に送ってみてください。で、雑誌なんかとかを、美手帳とか月刊美術とか美術の窓とか、月刊ギャラリーとか、いくつかあると思うんですけども、そこに文章を書いてる評論家の先生、私なんかそういうの結構読むの昔好きだったんで、今忙しくてなかなか読めませんけども、どこどこ美術館の学芸員の先生とか、どこどこ大学の教授とかが評論家として文章を書いていて、私はそういうのを美術年間っていう本に書いてあったりするんですよ、住所。今書いてない、書いてありますよね。僕の住所多分バレてると思うんですよね。ああいうのもう書かんでいいと思うんですけど、ね、もうガリガリの個人情報の本が今も確かあると思いますよ。で、そういうのをとか、あとは美術出版社にはもちろんそのあたりには一筆書いて送った方がいいですよ。一筆。もうわけわからない人が田舎のカフェギャラリーで展覧会してますっていうのを見てもはっていうぐらいにしか思われないし、すっごい山ほどそういう人たち来てます。でその人たちね、銀座回りしてるとめちゃくちゃ会います。僕なんか当時会いました。こんにちはとかっていう感じで、そういうので親しくなったりもしたんですね。だからそういうのは丁寧にされた方が、いまだにそれは紙の方がいいと思います。今の時代そんなんっていう人もいると思うんですけども、やっぱりそういうのをはがきを持って歩いてらっしゃいますよ。でやっぱりそういう人に見てもらったりとかっていうことは結構大事なのかなと思います。僕も一番初めの個展が24歳の時に結構有名な絵描きさんも来てくれました。いまだにやっぱ覚えてます。嬉しくて出した記憶はあんまりないんですけど、諏訪敦先生来てくれたんですよね。めちゃくちゃ嬉しかったです。わーっと思ったりね。諏訪先生は多分覚えてないと思いますが、それにももう20何年経っても覚えてるんですよ。で滝定蔵先生っていう先生が来てくださって、その翌年かなんかの新人特集かなんかの美術の窓で、僕当時2004年か5年の時は3つ載ってます、絵が。っていう地道になんかそんなことをやっていたからかもしれませんっていうことをちょっと言い忘れてました。で賞レース、ボカ展っていうのはそういう評論家の先生とかが美術家の学芸員とかが推薦するので、ほとんど出せませんっていうことだったりします。であとは賞レースプラスアルファっていうのがあります。これもいくつか多分あると思いますので調べてみてください。もしなんかもっと細かくメリットデメリット聞きたいって言うんやったらメールで答えると大変やからこういう時にあれですね、会員制のなんかにしたら楽なんでしょうね。言えないこともいっぱいあるんで。で例えば昭和会っていうのは日堂画廊さんが主催している展覧会です。これに関しては個展ができるという、僕もそれをいただいて個展をしてもう4回か5回させていただいてます。あとは昔新生堂で新生展ってあって今もなくなったのかなと思います。要はプラス個展ができるというやつ。あと月刊美術さんが主催しててギャラリー和田でやっている和田さんでやっている、デビュー展とかっていうのも確かそうです。あとは展覧会じゃないですけども、保木美術館さんがやっている保木美術館大賞展の、プレミアなんとかみたいな年齢制限がある年より上っていうやつも展覧会っていうか展示ずっとしてくれますもんね。結構長い期間、ああいうのもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ年齢制限がいっぱいあるので、60歳以上とかなると厳しいかなというふうに思うので、こちらの方の賞レースとかを出してその実績をポートフォリオに入れて丁寧に作っていって、まず、地方でもいいです。もう思い切って銀座の貸し画廊を借りるというのもチャレンジャーからもしれませんけど、実績あったら意外と持ち込みやすいと思います。画廊とかに
何もないとやっぱり難しいっていうか、得体がわからないので、もちろんすごいいい仕事していたらそれは十分ありえますので、僕は略歴のとこに前職で一部上場企業部長職とか書いてあったら、僕やったら一緒にやりましょうって言ってしまいそうな気がするんです。コーヒーです。そんなことをふと思いながら、だってそういう人やったら営業できますもん。そうすると、画廊プラスその人脈持ってたりするじゃないですか。そうするとそういう人が来てくれて、ね、買ってくれる新しい顧客の販路が開拓される可能性あるじゃないですか。ね、画廊の人どうですか？一緒に僕と組んでなんかやりましょうか、企画。どこかの画廊の人またやりましょうか。ということで、最後まとめです。30分経ってしまいました。とにかく丁寧にいい仕事を続けてください。で、作品集をしっかり作ってください。で、展覧会等にしっかり出向いてください。で、自分を売り込んでください。そういったことを地道にやるしかないと思います。本当に自分が、自分作品が共に商品だというふうに思って行動されることをお勧めします。そういうことを伴ってくると、ウェブとかでも作品がある程度の値段で売れる。もちろんそこに信用というものがくっついてくるわけじゃないですか。私もどこかのテレビ局と一緒に水彩画を販売しましたけど、ね、得体の知れない46歳の地方大学の先生の絵やったら分からんけど、こんな明るいおっさんやったらよし買ってみようかってなりますよね。っていうこともやっぱり付随してくると思いますので、ウェブだけ、でやっていきたいという人もちょこっと頭の中に自分の作品を実際に飾ってみて、やっぱり現物の方が本当に良かったりしますので、こういったやり方、道というのがあるのではないでしょうか。ちょっと踏み込みすぎたかもしれませんが、まあいいでしょう。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってるよ。